こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回お送りする動画は 2D ソニック売上ランキングです。これまで数多くのソニック作品が発売されてきましたが、それらは大きく分けて 2D ソニックシリーズと 3D ソニックシリーズに分かれます。そんな中で今回は 2D ソニックシリーズで売上の多かった上位10作品をランキング形式でご紹介していきたいと思います。各作品についての簡単な解説なんかも入れているので、ぜひ楽しんでいってください。ちなみに過去に 3D ソニックシリーズの売上ランキングも動画にしているので、興味のある方はこちらも見てみてください。またこのチャンネルでは他にもソニックのソフトやキャラクター紹介、いろいろなまとめ動画や最新ゲームのレビューなどを投稿していますので、動画が気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速スタートです。第10位、ソニックアドバンス2。今作はゲームボーイアドバンスで展開されたソニックアドバンスシリーズの2作目。テイルズとナックルズがエッグマンに捕まってしまい、彼らを助けるためにソニックが冒険へと出発するというストーリーになっています。2D 作品ではありますが、ソニックアドベンチャー2の翌年に発売されているため、キャラクターの見た目は 3D 作品に近いものになっています。またアクションに関してもホーミングアタックやスライディングといった 3D ソニックで登場したものがいくつか逆輸入されているので、初期の 2D 作品と比べるとかなりできることが増えていますね。あと今ではおなじみのアクションとなったソニックブーストのデビュー作でもあります。この時はまだ好きなタイミングで発動できるというものではなくて、一定時間走り続けると発動するというものだったんですけど、従来のダッシュの一つ先のスピードとして確かな存在感を放っています。ここまでは今作の基礎の基礎というか、言ってしまえばジャブのようなもんです。今作の最大の特徴はソニックシリーズの主要キャラクタークリーム・ザ・ラビットのデビュー作であること。クリームは一面のボス戦でエッグマンに捕まった状態で登場します。ボスを倒して救い出すと丁寧にお礼をしてくれるなど、非常に礼儀正しい性格が特徴のキャラクターです。そして今作ではクリームもプレイヤーキャラなので操作することができるんですけど、もうクリームがとにかく可愛いんですよ。全モーションがめちゃくちゃ可愛くて、とんでもない癒し効果が得られます。やったことない人はぜひやってほしいです。これだけで次の仕事が頑張れますよ。第9位はソニック&ナックルズ。今作はソニック・ザ・ヘッジホッグ3の続編にあたる作品です。もともとは1本の予定でしたが、スケジュールなどの関係で前後編に分かれ、前編がソニック・ザ・ヘッジホッグ3、後編がこのソニック&ナックルズとなりました。そんなソニック&ナックルズではエッグマンの空中要塞デスエッグの浮上を阻止するのが目的です。そして今作の目玉の一つは操作キャラに初めてナックルズが加わったこと。デビュー作は前編のソニック3でしたが、この時は操作キャラではありませんでした。それが後編になってようやく操作できるようになったんですね。ナックルズの代名詞である滑空や壁登りは今作から使えるので、ソニックとは全く違ったアクション性になっていて楽しいです。また今作にはもう一つロックオンシステムという大きな特徴があります。ソニック&ナックルズはこのように普通のメガドライブ用ソフトと違う形状をしており、この上部に他のメガドライブのソフトを差し込めるようになっているんですね。そしてここに前編のソニック3を差し込むことで、ソニック3とソニック&ナックルズの全てのステージを通しで遊ぶことができる完全版ソニック・ザ・ヘッジホッグ3になるんです。しかも操作キャラもソニック、テイルズ、ナックルズの中から好きなキャラクターを選べるようになっているので、これ以前のゲームとは比べ物にならないボリュームになりますね。またソニック3の代わりにソニック2を差し込むと、なんとソニック2のステージをナックルズで遊ぶことができ、さらにそれ以外のソフトを差し込むとソニック3とソニック&ナックルズのスペシャルステージブルースピアで遊ぶことができます。しかもこのブルースピアに関しては差し込むソフトによってステージの構成が違うというとんでもないこだわりっぷり。ちなみに初代ソニック・ザ・ヘッジホッグを指すとブルースピアの全ステージを遊べるんですが、ステージの総数は億を超えるそうです。1日に2700ステージくらいを続ければ100年後にやっと1億ですね。無理。第8位はソニック・ザ・ヘッジホッグ CD。 今作は初代ソニック・ザ・ヘッジホッグ、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2に続く3作目の作品であり、シリーズ初の外伝作です。リトルプラネットという小さな星を舞台に時間を操るタイムストーンという石を狙うエッグマンと、それを阻止しようとするソニックとの戦いが描かれています。このソニック CD はソフトが CD ロムになっているため、遊ぶにはメガドライブの周辺機器であるメガ CD を購入する必要がありました。こんな感じでメガドライブの下に設置して使えます。ただこのメガ CD がまあ高くてですね、当時の値段で約5万円もしたんですよ。もう一回言いますけど周辺機器なんですよ。これゲーム機本体並みに高いですよね。しかも当時はコンビニの最低賃金が500円台だったそうなので、感覚的には今の5万円より高かったでしょうね。ただそんだけ高かったにもかかわらず売上トップ10に入ってるんですよ。ということはどういうことかというと、このソニック・ザ・ヘッジホッグ CD めちゃくちゃ面白いゲームなんですね。まず普通のメガドライブのソフトと比べて容量が上がっているので、オープニングとエンディングにアニメーションが入っていたり、各ステージに過去、現在、バッドフューチャー、グッドフューチャーの4種類があるなど、とても豪華な作りになっています。さらに今作はソニックシリーズのヒロインであるエミーとソニックのライバルメタルソニックが初登場した作品でもあるんですね。
登場人物が一気に2人も増えたことですごく賑やかになっていますし、ゲーム中でエミーがメタルソニックに捕まってしまうという演出が入ります。これより前の初代ソニック・ザ・ヘッジホッグやソニック・ザ・ヘッジホッグ2ではゲーム中に何かが起こることは基本的になかったんですけど、このソニック CD ではプレイヤーが遊んでいる最中に演出が入るのですごくゲームにのめり込むことができて楽しいです。このソニック・ザ・ヘッジホッグ CD はあまり移植がされていないゲームなんですけど、2022年発売予定のソニックオリジンズに収録される予定なので、発売されたらぜひいろんな方に遊んでほしいですね。第7位はゲームギア版ソニック・ザ・ヘッジホッグ2。ソニック2はもっと上だろと思う方も多いかもしれませんが、ご安心ください。こちらはゲームギア版のソニック2です。ゲームギアというのはセガが発売していた携帯用ゲーム機で、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグとこのソニック・ザ・ヘッジホッグ2はこのゲームギア用にも作られていました。ただ名前が同じというだけで、その内容はメガドライブ版と大きく異なります。まずストーリーから大きく違っていて、メガドライブ版ではデスエッグを完成させて世界征服を企むエッグマンをソニックとテイルスが阻止しようとするという物語でしたが、このゲームギア版ではテイルスがエッグマンに捕まってしまい、テイルスを救出するためにソニックが冒険に出るという物語になっています。そのためプレイヤーキャラもソニックのみです。また通常のエンディングと新エンディングという2種類のエンディングがあるんですが、通常のエンディングではなんとテイルスを救えなかったというバッドエンドになります。新エンディングではテイルスを救い出すことができるんですが、この新エンディングを見る条件はまずゲーム中で全てのカオスエメラルドを集めて、その後出てくる真の最終ステージをクリアするというもの。テイルスの救出かなりハードルが高いですね。また今作はシリーズ中でも1、2を争うほど難易度が高いというのも特徴で、普通のエンディングにたどり着くのもめちゃくちゃ大変です。僕はソニックジェムズコレクションというゲームに移植されたものを遊んだことがあって、この移植版にはセーブ機能があったんでなんとかなったんですけど、オリジナル版をやっていた人たちはどうやってクリアしたのか正直わかりません。今は 3DS のバーチャルコンソールで300円くらいで売っているので、どれだけ難しいか興味がある方はぜひやってみてください。そしてやってみたらぜひ感想を教えてください。第6位はソニックラッシュ。今作は NintendoDS から発売されたゲームで、 DS の2画面を生かした広大なステージが特徴の作品です。ソニックが上へ行ったり下へ行ったりと大忙しですね。またソニックアドバンス2で登場したブーストが進化していて、敵を倒したりしてテンションゲージをため X か Y ボタンで発動という今の仕様に近い形になりました。ブースト中は何もしなくても敵を蹴散らせるという性能もちゃんと実装されているので、非常に爽快感がありますね。また今作もあるキャラクターのデビュー作となっています。まずは異世界からやってきた炎の使い手ブレイズ・ザ・キャット、そして同じく異世界からやってきた悪の科学者エッグマン・ネガです。ブレイズはソニックたちとは違う世界にあるソル公国という国の公女で、同時にソルエメラルドという宝石の守護者でもあります。また炎を操る能力者でもあって、その戦闘能力はソニックに匹敵します。責任感が強く普段は冷静沈着ですが、とっさの出来事には弱いようで、今作ではソニックたちの世界にやってきてすぐにクリームと出会い、クリームのペースに完全に飲まれてしまうという様子が描かれています。ですが根は優しい性格なので、ソニックジェネレーションズではすっかり仲良しになった2人の様子を見ることができます。非常に尊いですね。一方でエッグマンネガはその名前と見た目から想像がつくようにエッグマンの関係者です。具体的にはエッグマンの遠い子孫という設定。今作ではエッグマンと手を組み、ソニックとブレイズの前に立ちはだかります。本作にはソニック編とブレイズ編があり、一つの物語をこの2人の視点で見ていくことになります。2人の性能はほとんど同じですが、同じ技でもブレイズは炎をまとっているなど演出面はこだわっていますね。 2D 作品の中ではキャラクター同士の絡みが多いので、キャラクター好きには嬉しいゲームです。 DS 版しかないので今からやろうとするとちょっとやりづらいですが、機会があったらぜひ遊んでみてください。第5位はソニックアドバンス。今作はゲームボーイアドバンスで展開されたソニックアドバンスシリーズの1作目。エッグマンが自分の帝国を築き上げるために動物たちをメカに変え出したため、ソニック、テイルス、ナックルズ、エミーが戦いに出るというストーリーになっています。ソニックアドバンス2以降は独自のストーリーが展開されることが多いですが、このソニックアドバンスは初期の 2D 作品と近い設定ですね。ステージの構成も似ていて、スピードを出せる箇所と慎重に進むべき箇所があるので、メリハリのあるプレイが求められます。ですが今作にはソニック、テイルス、ナックルズ、エミーと4人ものプレイヤーキャラがいて、しかもそれぞれに固有技が用意されているので、使うキャラクターによってだいぶ難易度が変わってきます。例えばナックルズはめちゃくちゃ使いやすいんですよ。まず滑空が強いですね。長距離移動ができる上に攻撃判定もあるので、基本これで動いていればやられないです。あと落ちそうになっても壁に貼り付けるので落下死も少ないですね。一方でエミーが難しい。何が難しいってジャンプに攻撃判定がないんですね。あとスピンダッシュもないので敵を倒すのが一苦労です。唯一の攻撃手段がハンマーで、これにはいろんなアクションがあるんですけど、他のキャラと操作性が違いすぎてかなり苦戦しました。
まあエミーがハンマー使わなかったらそれはそれでなんか違うなってなるんですけどね。あと今作にはプチチャオガーデンというものが実装されていて、 3D 作品のソニックアドベンチャーやソニックアドベンチャー2にあったチャオガーデンが今作でも遊べます。さらにソニックアドベンチャーデラックスやソニックアドベンチャー2バトルを持っていると、そっちのチャオをアドバンスに連れてきたり、逆にアドバンスのチャオを送り出すことができます。この連携機能を使わないとゲットできないレアアイテムなんかもあるので、チャオガチ勢でやり込んだ人もいるのではないでしょうか。ちなみにこのプチチャオガーデンは10位のソニックアドバンス2にも実装されています。第4位、ソニックメガコレクション。本作は初期のソニック作品をまとめたオムニバスゲームです。一部 3D のゲームがあるのでこのランキングに含めるか微妙なところですが、ほとんどが 2D 作品なので入れてしまおうかと思います。本作に収録されているのは初代ソニック・ザ・ヘッジホッグ、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2、3、ソニック&ナックルズ、ソニック 3D ブラスト、ソニックスピンボール、ドクターエッグマンのミーンビーマシンの7種類、さらに特定の条件を満たすことでソニック&ナックルズのロックオンシステムを再現したブルースフィア、ナックルズ・イン・ソニック2、ソニック 3& ナックルズやフリッキー、リスター・ザ・シューティング・スター、ジ・ウーズ、コミックスゾーンといったソニック以外のセガ作品も遊ぶことができます。さらに本作の2年後に発売されたソニックメガコレクションプラスでは今紹介したものに加えてご覧のゲームギア版タイトルが収録されており、合計20本もの作品を遊ぶことができる超お得なゲームになっています。隠しコマンドをしっかり残していてくれるのも嬉しいですね。他にもおまけ要素として秘蔵映像や秘蔵イラスト、日本未発売のアメコミなんかも収録されているのでファンにはたまらない内容になっています。2022年に久々のオムニバスゲームとしてソニックオリジンズが発売予定ですが、これにもぜひいろんなおまけを用意してほしいですね。第3位はソニック・ザ・ヘッジホッグ2。こっちは7位のソニック2とは違ってメガドライブ版の方です。本作はソニックシリーズの2作目でテイルスが初登場して2人プレイができるようになったり、カオスエメラルドを全て集めることでスーパーソニックになれるようになったり、今ではおなじみとなったスピンダッシュが初実装されるなど、後のソニックシリーズの基礎となった作品といえます。ちなみに今作で初登場したテイルスですが、テイルスというのは実はあだ名で本名はマイルスパウアーと言います。名前の由来は時速を意味するマイルスパーアワーから、音速の名を持つソニックの弟分ということでこの名前になったそうです。コアなソニックファンの方には常識ですかね。本作と初代ソニック・ザ・ヘッジホッグはシリーズ中でもかなり移植されているゲームなのでやったことがある人も多いかと思います。また全部で11個のゾーンが用意されていて、さらにそのどれもが全く雰囲気の違うステージになっているので遊んでてすごく楽しいゲームですね。ソニックアドバンスやソニックラッシュシリーズですらゾーンの数は6つや7つなので11個というのはすごい数字です。あと個人的には BGM がすごくいいゲームだと思いますね。いいというか僕好みです。なんというかちょっと哀愁が漂ってる曲が多いんですよ、このソニック2の曲。ノリのいい曲でもちょっと暗めのフレーズがあるみたいな、それがすごい好みなんです。ファーストステージの曲で比べても正直初代ソニック・ザ・ヘッジホッグのグリーンヒルよりこっちのエメラルドヒルの曲の方が好きですね、個人的にはですよ。第2位はゲームギア版ソニック・ザ・ヘッジホッグ。7位のソニック2と同様こちらもタイトルはメガドライブ版と同じですが中身は全くの別物です。分かりやすいところで言うとステージが全然違うんですがゲームの仕様もちょくちょく変わっていて、例えばソニックシリーズはダメージを受けた際にリングが散らばるのがおなじみなんですが、このゲームギア版ソニック・ザ・ヘッジホッグでは落としたリングを回収できないんですね。なのでどれだけリングを持っていてもダメージを受けるとリングが0枚になってしまいます。またリングを100枚集めると残機が1つ増えるんですが、その際もリングが0枚に戻ってしまいます。このようにとにかくリングがなくなるので油断するとすぐにミスになっちゃいますね。ソニック2の時もそうでしたがゲームギア版って基本的に難易度高いんですよ。ただカオスエメラルド集めに関してはこっちの方が簡単かなと思います。メガドライブ版ではスペシャルステージをクリアしないともらえませんでしたが、ゲームギア版では通常ステージのどこかに落ちているだけなので場所さえ分かっていれば集めるのは難しくありません。正直このゲームギア版のソニック・ザ・ヘッジホッグがこんな上位に入ってくるとは思ってなかったんですけど、一つ考えられる原因としてはこのゲームギア版ソニック・ザ・ヘッジホッグもともとは日本国外でマスターシステムというゲーム機用に発売されていたんですね。そのためマスターシステムはあるけどメガドライブ持ってないよという人たちがこぞってこっちのソニック・ザ・ヘッジホッグを購入したのではないかと考えられます。その結果がこのランキングに反映されているんですかね。なおこのゲームギア版のソニック・ザ・ヘッジホッグも7位のソニック・ザ・ヘッジホッグ2と同様 3DS のバーチャルコンソールで売っているので興味がある方は買ってみてください。栄えある第1位はソニック・ザ・ヘッジホッグです。これは納得の結果ですよね。皆さんご存知ソニックシリーズの始まりとなったゲームです。青い体をしたキザなハリネズミソニック・ザ・ヘッジホッグを主人公としたこのハイスピードアクションゲームは世界中で支持され、アメリカの人気投票でミッキーマウスを超えたり、世界中の歴史あるフィルムや価値ある番組を保存しているイギリスの国立保管所にテレビゲームとして初めて保管されるなど数々の偉業を成し遂げました。
最近ではテスラの電気自動車にこのソニックザヘッジホッグが搭載されることが発表されるなど、発売から30年経った今でも色々なところで求められているゲームですね。そんな初代ソニックザヘッジホッグについて僕が特に推したいのはまず色使いです。このゲームはソニックをはじめとして原色に近い色が多く使われているので、すごく色鮮やかで綺麗なんですね。普段はソニックに注意が向いていると思うのであまり感じたことないかもしれませんが、ふとした時に背景に目を向けるとめちゃくちゃ綺麗なことが結構あるのでおすすめです。特に最近の移植版は画質も向上しているのですごく綺麗ですよ。あともう一つ推したいことがあって、それはアクションゲームとしての完成度が高いこと。ソニックというとどうしてもそのスピードの印象が強くて、人によってはソニックってただ速く走るだけのゲームでしょと思ってる方もいるかもしれないんですけど、違うんです。このゲーム普通のアクションゲームとしてもめちゃくちゃ面白いんです。まずステージの種類が草原だったり遺跡だったり水中ステージだったり色々ありますし、ギミックも動く床があったりスイッチで開く壁があったりベルトコンベヤーがあったりと色々あります。また敵の種類もすごく豊富で、中にはトゲが引っ込んだタイミングでしか倒せない敵や頭を攻撃しないと倒せない敵などもいるので、それらを一つ一つ攻略していくのが本当に楽しいんです。よくソニックって敵とか罠が多いから結局全然走れないんだよねという声を聞くんですけど、僕的にはソニックは速く走るゲームではなくて速く走ることもできるゲームだと思ってほしいです。なんで変な話、この初代ソニックザヘッジホッグを初めてやる人には僕はゆっくりやってほしい。ゆっくり普通のアクションゲームとしてまず遊んでほしいです。そして普通のアクションゲームとして堪能したそのコースをとんでもないスピードで走ることもできる。それがこのソニックザヘッジホッグというゲームなんです。スピードを出せるのはあくまでプラスアルファ。ソニック初心者の方はもちろん、遊んだことがある人もこんな風に捉えたらもっとこのゲームを楽しむことができると思いますので、ぜひ一歩一歩ゆっくりと攻略してみてください。きっといろんな気づきがあると思いますよ。以上 2D ソニック売上ランキングでした。皆さんの好きなゲームは入っていたでしょうか。この動画の感想や紹介したゲームの思い出などありましたらぜひコメントしていってください。また動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録や高評価もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。